逆止弁を使っている時にイラッとしたことありませんか？逆止弁なのに逆流してしまう。交換しようと思ったらチューブが外れない。何度か試してみても全然抜けない。めんどくさい。逆止弁使いたくない。でも使わないと水が逆流してしまう。こんなことを思ったことありませんか？今日は逆止弁について3つのことを紹介させていただきます。そもそも逆止弁はなぜ必要なのか。逆止弁には種類があって使い分けが必要であること。そして僕が使っているおすすめの逆止弁。この3つについて紹介させていただきます。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい製品を紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。皆さん、逆止弁使ってますか？逆止弁が逆流してしまう、交換するのにチューブが全然外れないなどなど経験ありませんか？逆止弁のトラブル、誰しも経験あると思います。今日は CO2 添加に適した、そして錆や逆流に強い、さらにチューブの外しやすい逆止弁、それを紹介させていただきます。このアイテムがあればアクアリウム生活にちょこっと快適さが加わること間違いなしです。では最初に逆止弁についての概要です。そもそも逆止弁って本当に必要なんですか？ということを話させていただきます。CO2 やエアポンプを使うにあたって逆止弁は必須です。逆止弁はとても大切なアイテムなんです。逆止弁、英語でチェックバルブと言われています。逆止弁とは一方通行に水や空気を流すものを言います。逆流しない弁というわけです。ではなぜエアポンプや CO2 機材を使うにあたり逆止弁は必要なのかを少し説明させていただきます。逆止弁を使わないと水は逆流してきます。逆流する理由はエアポンプであれば落差だったり、ディフューザーであれば CO2 の濃度差で少しずつ CO2 がディフューザーの中から抜けていって、抜けた分外から水を吸うから逆流するみたいな感じだったりするようですが、詳しく知りません。詳しい方コメントください。そんなわけで水は逆流してきます。逆流してくるとその先にあるのは機材です。例えば電磁弁やステンレス分岐、レギュレーターです。錆がついたり水中のカルシウム成分が付着して電磁弁の接点不良を起こしてガスが出続けるようになります。他にはスピードコントローラーの微調整ができなくなったりします。こういったことが起きるのでレギュレーターは分解して定期的に清掃が必要なんです。多くのレギュレーターのメーカーは清掃を推奨しています。だけど水は逆流しない方がいいです。逆流しないことにこうしたことはないです。これを起こさないために逆流防止弁、チェックバルブを使います。 CO2 レギュレーターの電磁弁やスピードコントローラーは数千円します。高価な機材です。余計な出費をしないためにも逆止弁は必須アイテムです。アクアリウムでよく使う逆止弁には2種類あることをご存知でしょうか？エアーポンプ用と CO2 ガス用の2種類があります。エアーポンプ用は口で息を吹きかけても空気が通ります。CO2 ガス用は口で息を吹きかけても通りません。CO2 ガス用の逆止弁は丈夫に作られていて、ある一定の高い圧力がかからなければ開かなくなっています。例えばミドボン、化学反応式のボンベであれば使えます。発光式のような低い圧力のものにガス用逆止弁は使いません。100均で売っているエアポンプ用を使うといいでしょう。価格はこちらが3個100円、こちらが1個700円くらいです。構造はこんな感じです。一番左がエアポンプ用です。蓋がパカパカしていて一方通行なのがわかります。こういうような割と簡素な作りがエアポンプ用で、2個100円とかで売っている安価なものを指します。ちょっとした衝撃で壊れたり、弁がシリコンのようなふにゃんふにゃんの物質で作られていたり、プラスチックで作られているものがあります。簡素な作りのため逆止弁の接触面でエアーが漏れて逆流しやすかったりします。こちらが CO2 のような高圧ガス用です。
バネの力である程度の圧力が加わらないと開かないタイプです。ステンレスタイプの逆止弁はこれです。作りは頑丈で衝撃にも強いです。バネで調整してあるのでめったなことで逆流しません。ですがステンレスタイプにも弱点があります。それは塩化物イオンです。塩化物イオンは塩や塩素に含まれている成分で、ステンレスの表面を少しずつ剥がしてダメージを与えていきます。海の吊り橋が錆びているのは海水に含まれる塩化物イオンが悪さをしています。そういったことで起きる錆びや水に含まれる炭酸カルシウムが付着したりすると、逆止弁の締まりが悪くなって逆流してしまいます。ちなみに逆流防止弁機能付きバブルカウンターというものがあります。現在販売されているバブルカウンターのほとんどがこのタイプです。これもエアポンプと同じようにシリコンの弁が入っており、バブルカウンター内の水を逆流させないという機能がついています。ですがこれは別売りの逆止弁ありきです。これ単体で CO2 の圧力には耐えられません。所詮シリコン弁です。逆止弁の役目はありません。めちゃくちゃ弱いです。 CO2 機器で起きる逆流には耐えられません。バブルカウンターに逆流防止弁ついてるからチェックバルブは必要ないやと思っている方はぜひ逆止弁チェックバルブを別途用意してください。あとボールタイプってのもあります。 ADA のビー玉タイプです。名前は忘れました。カボーションルビーでしたっけ。いや忘れちゃいました。これは使ったことないんで使用感は分かりません。落としたら割れちゃいますよね。これ泣いちゃうやつだ。なので僕は使わないです。じゃあ逆止弁ってどれがいいのよというわけで、今回紹介させていただきます逆止弁はプラスチック製の CO2 専用の逆止弁です。プラスチック製って弱いんじゃないの？いえ、丈夫な作りになっていて逆流錆びにも強い製品です。これはプラスチックの錆びない特徴とステンレス弁の強固な内部構造を兼ね揃えた製品です。しかもシリコンチューブがワンタッチで接続できるタイプになっているので、メンテナンス取り外しがめちゃくちゃ楽です。チューブは一般的な内径 4mm 外径 6mm のチューブを使います。はい、というわけで破壊しました。デストロイ。この逆止弁の中の構造はこのようになっています。チューブを入れるところ、引っ掛けて抜けなくなるところ、弁のバネ、弁のゴム、フィルター、こんな感じです。圧力がかかると弁が開いてガスが流れるという仕組みです。ガスの流れがないときは弁が閉じているので水が逆流してこないといった感じです。プラスチック製のパカパカ逆止弁と違ってバネを使っています。ステンレス製と同じです。外装や内部の基礎構造がステンレス製ではないプラスチック製なので錆びがつきづらいです。ステンレス製とプラスチック製のいいところを採用した逆止弁なのです。丈夫な作りになっておりガス専用です。一般的なエアポンプではパワーが足りないため使えません。ミドボンやシルボン、小型ボンベ用です。発光式のような圧力の弱いものでは使えません。離脱が簡単にできるので清掃の時にディフューザーを外しやすいです。これが大きな利点です。一度チューブを刺すとなかなか抜けないステンレス製逆止弁よりストレスが少ないです。また作りが大きいので丸洗いも簡単です。水洗いもしやすいですね。弁の部分にはゴムが使われているので劣化は当然します。水が逆流を始めたら交換です。常に水にさらされる場所ではないのであまり気にすることはないでしょう。このゴムは分解して交換することができないのでそこが注意点です。中身を開けられる逆止弁は市場にないというのもまた事実なので、いかに水が逆流しづらいか、弁が弁としてしっかり作動すること、それが大事です。何ヶ月か使用していますが僕はまだ不便に感じたことはありません。動作良好です。
ガスを供給していない間に逆流することもないです。ただ1ヶ月炭酸ガスを点火しないで放置した時はさすがに逆流していました。と言ってもそれでも水はしっかりと逆止弁のところで止まっていたので、機材の方には流れていませんでした。このクオリティとなんといってもチューブの取り外しやすさ、これに僕は満足しています。というわけで逆止弁は錆や逆流に強くチューブの取り外しがしやすいものを選ぶとアクアリウムをちょっと快適にしてくれる。今日はそんなところです。